だから TOA は復習が必ず入ってますよね。お客様も私たちのことを急激に忘れるっていうのを覚えておいてください。リピートをしてもらう仕組み作りも実はこういうのを基礎として入っています。はい、今日はどういったものをやっていくかと言いますと、効果的な学習方法をお伝えしていきます。僕もスクールをずっとやってきまして、やっぱりね、どうせ受講していただくなら、やっぱりね、活用していただきたいですし、絶対にね、成功してもらいたいというのがやっぱり根源であるんですね。せっかくこうやってね、見ていただいてるんであれば、見ていただいてる人が絶対にね、うまくいってほしい、成功してほしいっていうところがあるので、じゃあ、学び方も教えていけるような学校を作ろうということで、僕のね、講座の心理学とかではこういったのをお伝えしていきます。学び方、効果的な学習方法ですね。これをですね、今日は説明をして、ぜひですね、これからの学習にも役立てていただいて、さらに、このね、学習方法っていうのは実はマーケティングにも使えてきます。マーケティングとしてもね、必要なことになりますので、ぜひですね、ここでしっかり覚えていきましょう。はい。では、まずですね、エビングハウスの忘却曲線っていうのをお伝えしていきます。皆さん、これ聞いたことありますでしょうか？結構ね、有名な忘却曲線になります。エビングハウスさん。エビングハウスさんが発見した忘却曲線っていうものですね。はい。これを発見した人なんですが、ヘルマン・エビングハウス。ドイツの心理学者です。結構昔の人です。今からね、200年以上前の方の人ですね。ヘルマン・エビングハウスさんですね。この人ね、面白いのをいろいろね、発見してね、いろいろ出してます。例えばこれですね、エビングハウス錯視と言います。パッと見て皆さんどうですか？これ、円の大きさ。同じに見えますか？どっちかの方が大きく見えますよね。パッと人間見た時に、大きい緑の円で囲まれているオレンジの円と、ちっちゃい緑の円で囲まれているオレンジの円、どっちが大きく見えるかというと、おそらく皆さん、ちっちゃい緑の円で囲まれている方が大きく見えませんか？これね、実際は同じ大きさなんですよ。同じ大きさなんですが、囲まれた円の大きさによって、もう大きさの見え方が変わるっていうのを発見したのもこのエビングハウスさんです。で、今日はね、エビングハウスさんが発見した忘却曲線をご説明していきたいと思います。はい、1885年。うわ、すごいですね。1885年。今から165年前に出版された記憶について、実験心理学への貢献というですね、本を出版して、学習と忘却のプロセスをね、いろいろ実験で調べました。で、これの実験すごく面白いんですが、どういったものかというと、こちらです。はい。忘却曲線ということで、忘れていくパーセントを書いたと言われております。そしてこれね、間違って伝わってるっていうのもね、実はありまして、エビングハウスの忘却曲線ってよくね、人間は1時間で 56% 忘れますって言われます。で、僕もこれね、言ってました。なんなら言ってました。1時間で 56% 忘れます。皆さんもう忘れてますよみたいな感じで言ってたんですよね。でもね、実はこれ本来の元々の実験ってどういったものかというと、節約率っていうのを出してるんですよ。これ実は節約率がね、あって、1時間後には節約率は 44% でしたよっていうことになります。もうこれね、一瞬って分かんなくなっちゃうから、こういう説明すると皆さん分かんなくなっちゃうので、最も簡単にシンプルに言い直して、人間は1時間後には 56% 忘れますよっていう言い方をして、でそれでね、広まってるから、皆さんね、こういうふうに、1時間後には 56% 忘れます、1日後には 74% 忘れますっていう言い方をしてるんですが、実は本来発見した、エビングハウスさんがやった実験とはこの伝わり方って実は違うんですね。はい。でも分かりやすいからそうやって伝わってます。結果的に分かりやすくて、結果的にもう最終ゴールが一緒なので、僕どっちでもいいと思うんですけど、正確な方で言うとこの節約率の方になります。じゃあどういうものかというと、一度記憶した内容を
再びこう完全に記憶し直すまでに必要な時間をどれくらい節約できたか表す割合っていうことで、もうわけわかんないですよね。ちょっと一瞬ってなっちゃうので、もう単純にね、シンプルに考えると、例えばですよ、これですね、エビングハウスさんは自ら子音、母音、子音からなる、ランダムなね、無意味な音節を記憶をして、その再生率を調べてこの曲線を導いたっていうのが、このエビングハウスの忘却曲線です。これを、例えばですよ、100秒かかったとします。こうね、あること、この子音の、子音、母音、子音からなる羅列を100秒かけて覚えましたと。で、20分後にもう一度この羅列を思い出すと、こうとかね、覚え直すと、42秒で覚えることができた。で、節約率で言うと、100秒から42秒引いた58秒が節約率になるということで、一度覚えて、もう一度覚えるためにかかった時間を100から引いた数字っていうのが、この節約率になります。わかりやすく、こんな感じですよね。例えば100秒でね、覚えたやつ。これまた戻してみると、100秒で覚えた。例えばね、100秒でそのランダムな羅列を覚えました。で、1日後、1日経ってそれを思い出すと、これがね、26% 節約率ってことは、74秒かかったってことです。要は時間結構74ってことは結構かかっちゃってるってことですよね。もう一回思い出すのに74秒かかっているっていうのが、1日後。でも1時間後だったら、56秒でいけたってことです。44%の、100からね、44%引いたら56になるので、こういう感じで分かりにくいんですよ、この節約率で言うと。そうなんですよ。節約率は非常に分かりにくいので、広まった時に、記憶の保持量という形で広まっていったということですね。結果的にはね、どっちでも僕はいいかなと思ってます。大事なのは、早い段階で反復することが大事っていうのがあって、やっぱりね、さっきの図を見たら分かると思うんですけど、1日の間に急激に忘れていくっていうのが大事になります。1日で急激な忘却が起きますよと。1時間後、ちょっと戻していきますと、1時間後では、ね、100秒で覚えたやつが、1時間後では56秒でできたのが、1日経つと74秒かかってしまう。1ヶ月後だと79秒かかってしまうっていうので、1日後と1ヶ月後っていうのは、パーセントで言うと 5% しか変わってないんですよね。だから、1日後と1ヶ月後っていうのは穏やかに忘れていくんですけど、1日で急激にズバンって忘れてしまうっていうのがこれです。はい。記憶の保持量ではないんですけど、節約率、思い出すためになんていうのかな、思い出すためにかかった時間っていうのが、やっぱ1日で急激にぐっと落ちてしまう。なので、早い段階での復習、反復の復習がそれも必要になってきます。なので皆さん、人間は1日で急激に忘れる。これだけ覚えておいてください。もうね、簡単です。エビングハウスの忘却ですね、節約率がなんだって覚えちゃうと難しいので、記憶の保持量でもないっていうのがちょっとね、知っといてもらえればと思うんですが、急激に1日で忘れていくと。で、あとは穏やかになっていくので、やっぱりね、何度も復習していくと、そこでしっかりね、思い出す。で、また忘れるときに、だんだん穏やかなカーブになっていくので、何回か復習することによってしっかり記憶に定着することができます。反復こそがね、やっぱり学習のとても大事なポイントになってきます。記憶に定着させる、なんていうのかな、長期記憶、潜在意識みたいなところにしっかり定着させようと思ったら反復です。しかも早い段階で。これがポイントになります。つまり、この動画を今日皆さん見ていただいたら、今日ね、寝る、7時なんでね、7時に送られてきてると思うので、寝る前に見たら、次の日起きたらもう一度勉強してみてください。朝起きたらもう一度この動画を見てみる。そうすると、2回見ることによってこの動画ってむちゃくちゃ記憶に残るんですよ。1回目はバーって見ていて、なるほどねってやるけど、1日経って、ってなると、あれなんだっけな、エビなんとかみたいな感じでちょっとね、思い出せなくなってるけど、次の日もう一度見てみると記憶にめっちゃ定着しやすくなりますよと。これがね、エビングハウスの忘却曲線になります。だから TOA は
復習が必ず入ってますよね。前回の復習はっていうので、前回こういうのを学びましたっていうので、最初にね、冒頭に入れてると思います。これなぜ入れてるか。なぜ入れてるかというと、これです。早い段階で思い出してもらいたいんですよ。反復してもらいたいので、だから前回はこれをやりました。で、こういうポイントで、しかも、宿題出しますよね。宿題を出すことによって、それをしっかり反復してね、毎日ね、1週間繰り返すことによって、定着させたいっていうのが、やっぱりね、あります。なので、こういったね、学習、1日後にすれば、やっぱりね、1回目に記憶したね、時の、記憶がしっかりね、戻ってきやすくなるので、ぜひですね、早い段階で反復の復習をしてみてください。はい、これが一つですね。エビングハウスの忘却曲線。細かいことは難しいから、シンプルに覚えると、人間は1日で急激に忘れていくので、早い段階で反復復習が大事っていうのが、エビングハウスの忘却曲線になります。で、ちなみにこれは、お客様も私たちのことを急激に忘れるっていうのを覚えておいてください。これまたね、マーケティングの時にね、しっかり話しますが、1日で急激に忘れていくので、お客様は本当に気持ちよかったです、また来ますってね、よく言われるんですが、1日経つと急激に忘れて、もうね、あんまり覚えてないです。本当に気持ちよかったことも、その時はやっぱりすごく気持ちいいから、また来ますって気持ちになるんですけど、忘れてしまうっていうのが、やっぱりね、人間になります。人間は忘れやすいです。これをね、しっかり頭に入れて、マーケティングもね、これをやっぱり前提にしてマーケティングをしていかなくちゃいけないので、仕組み作り、リピートをしてもらう仕組み作りも実はこういうのを基礎として入ってます。なので、マーケティングのところでもね、しっかりお伝えしていきますので、これは必ず覚えておいてください。はい。では続いていきましょう。はい。続いて、